はい、こんにちは、レイユットです。今回の動画はカスタムペイントをしてみようの後半ですね。実はもう一個前の動画、もともと前半っていう予定ではなくて1本に収める予定だったんですけど、撮ってるうちにすごく長くなっちゃってちょっとすみません。まだ不慣れなんで、なんて言うんでしょう、最初にこれぐらいで作れるだろうなと思っていざ撮り始めると結局長くなっちゃうっていうパターンが結構多くてですね、前回の動画最後もうすごい突然、ここまでで前半で、次後半にしますみたいになっちゃって、すみませんでした。で結局これ今後半っていう形でこれからご紹介させていただくんですけれども、まずボディ塗装っていう意味では実は前回の動画までというかここまでですね、このもう黄色く塗ってある程度ちょっとこう塗り分けなんかも今回してみてですね、こういうところですねしてみて、もう人によってはもちろんもうここまでで十分っていう方もいると思いますので、この後半については何て言うんでしょう、もうおまけっていうと変ですけど、塗装も一口にボディ塗装といってもまあどこまでこだわるかっていうのが人それぞれですので、一応ご紹介っていう感じで参考までにっていうかですね、やろうと思えばこういうこともできますよっていう。でもしこの中で面白そうじゃんやってみようっていうのがあれば、よければやっていただけると、楽しみの一つとしてですねやっていただけるといいかなっていう感じでご紹介させていただきます。今回この後編の動画では一応最初にやる内容ざっとお伝えさせていただくと、オリジナルデカール、今あるかな、すいません、ちょっともうこれ塗ったまんまなんですけど、こういったですねオリジナルデカールっていうのを今結構簡単に作れますので、こういったものを作って貼ってみるっていうのも結構オリジナリティが出て楽しいので、すいません、これもうめっちゃ生活感あるっていうか段ボールに貼ってある状態なんですけどすいません。こんなようなのを作って、貼るところ、あとはそのデカールを貼った後にクリア塗装ですね。これももちろんここまででいいやっていう人はこれでいいんですよ。でさらにもう少しこだわってクリア塗装してみようかなっていう方はぜひやってみていただけるといいかなっていう意味で、クリア塗装、あとはこのクリア塗装っていうのも実はその後にある汚し塗装の下準備的な意味もあるんですけど、半光沢のクリア塗装を行います。でその後汚し塗装をする。これウォッシングって言われるような方法でやろうと思ってるんですけど、それを施そうと思ってます。でその後は最後にウィンカー、あとはテールレンズの塗装ですね。この辺りも紹介させていただいて、もうその後は完成ですよね。小物類を全部取り付けて完成というところまでこちらの動画では紹介させていただこうと思ってますので、またどうせ長くなっちゃうと思うんですけど、よければ見ていただいて、これ面白そうっていうのがあればぜひ挑戦していただければと思いますのでよろしくお願いします。あと前回もそうですけど今回も基本初心者の方向けっていう感じにはなりますので、もちろん上級者の方、もうそれこそ上級者の方見たら僕の結構やり方雑なんでちょっと怒られちゃうかなぐらいのやり方のところもあると思うんですけど、基本初心者の方向けで、上級者の方はですね、なるほどね、まだまだだなぐらいで見ていただければと思いますのでよろしくお願いします。はい、ではデカール貼るところですねご紹介させていただこうと思います。さっきもちょっと出てきたんですけど、こちらがオリジナルデカールですね、作ったところになります。でこの作り方についてはこれはこれで結構長くなってしまうので、もう本当に簡単にご紹介させていただきます。でもちろんそれ気になるわ、ちょっと教えてほしいわっていう方いらっしゃいましたら、またコメントいただければその専用の動画で新しく作りますので、よければご希望コメントいただければと思います。でこれがですね、ざっと説明すると専用の紙が売ってますので、そちらに自分で、やっぱりパソコンを使うことにはなるんですけど、パソコンを使って今回の場合はこの WPL ジャパンとかうちの会社のレイウッドっていうマークちょっと入れてみたりしたんですけど、
これを印刷して、もう普通のインクジェットプリンターがあればできるんですよ。で、それ印刷して、ただそのままだとインクジェットなんで水に溶けて滲んでしまうので、その上からクリアをエアブラシでバーッと拭いてコーティングした状態っていうのが今で、そのクリアを拭きたかったんで、こんなちょっと段ボールに適当に貼ってあるんですけど、段ボールに貼ってでクリアを拭いた状態って感じですね。なのでちょっと見ていただくと、ここら辺段ボールもテカってますよね。これがクリア拭いたところなんですけど、これを剥がしていきます。で結構作るの手間かかるんで、またなんか予備で使えるかもなぐらいで、僕はいつもこういうの作るときは結構余分にたくさん印刷してます。でこちらをあとは何て言うんでしょう、普通のデカールやったことある人は分かると思うんですけど、普通のデカール貼るのと一緒ですね。ハサミで切っていきます。はい、今こんな感じで切り出しました。でこれを今回はこの辺りに貼ってみようと思います。でその時に使うのがこのピンセットがあるとやっぱり便利ですね。で当然水転写になるので、もう今入れちゃいますけど、水ですね、容器なんでもいいですけど、お水を入れてそこにこれを浸してしばらく待つで貼るって感じなんですけど、あとこれは僕はだいたい使うようにはしてるんですけど、これ必須ではないですね。マークセッターって言って、デカール貼るところにこうピッピッて塗っとくと食いつきが良くなりますよみたいな、正直劇的に良くなるっていう感じはあまりしないですけど、僕たまにやっぱ剥がれる時あるんですよね。デカール貼ってしっかり押し付けたつもりが後で端っこの方がめくれてきちゃったりとかいうのがたまにあるので、おまじない的な意味っていうレベルかもしれないですけど、やっぱりやらないよりかは全然いいかなと思うので、僕はこういうのは使うようにしてます。はい、そろそろ多分剥がせると思うので、これはそんな難しいことないですね。しばらく水につけとくとここから剥がせるようになるので、これをここにずらして貼るっていう感じなんですけど、これ忘れるところでしたね。まずこれを貼るところにピピピと塗って、でこれをずらしてここに乗せると。であとは適当な場所に位置を合わせて、あとやっぱりあると便利なのはこういう時綿棒ですね。もう綿棒はいろんなところで使えますよね。はい、位置を合わせたら綿棒でこう押してちょっとくっつけていくんですけど、水が多すぎたんでティッシュで拭きましょうか。こんな感じで、ティッシュもあんまゴシってやるとゴシってやるとずれちゃうんで、乗せてからこうポンポンポンって感じで優しくやった方がいいですね。で綿棒で基本的には全部押して水を出したりしっかり密着させたりっていうので、しっかり押した方がいいですね。でそろそろずれなくなってきたかなと思ったら、僕の場合結構ティッシュでグッと押し付けちゃいます。はい、こんな感じで貼り付けることができました。次はこの辺りにしてみましょうか。もう容量は一緒ですね。こんな感じでスライドさせてピタッと貼ると、こんな感じですね。もちろん微妙な位置合わせはピンセットとか綿棒とか使って合わせてあげると。はい、荷台の後ろあたりですね。こんな感じになりました。
はい、こんな感じで一通り同じ要領で貼りました。ここはこんな感じにしてみました。でもちろんこれ今回たまたま後ろもそうですけどね、全部黒で、ここも黒いですし、これ黒いですし、ここも黒いんですけど、もちろんカラーもできるので、好きなオリジナルのデカールをこういろいろ作って貼るっていうのができるので、よければこれも結構楽しんで面白いんでやってみてください。今回そんなに詳しく紹介しないですけど、一応参考までにそういうこともできますよっていうご紹介ですね。これで一応ワンポイントじゃないか、横からだと3ポイントぐらいありますけど、デカールを貼ってみました。はい、では続いてこれをクリアを吹いていくんですけど、実際少し乾かしたら今回はちょっと塗っていっちゃいますけど、本当はデカール貼った後まだ水分とかも残ってるので、これも十分乾かしてから塗るっていう風にした方がいいと思います。で今回塗るのは半ツヤ消し、半ツヤって言って、クリアにもいろんな種類があって、透明な塗膜を作るんですよね、最後に。そうするとこの今貼ったデカールのこのちょっと反射すると分かるかと思うんですけど、このちょっとテカリ具合が違うじゃないですか。このデカール貼ったところだけ、この辺りの境目も分かりづらくしたりとかっていうのができるんですけど、でその最後に塗るクリアっていうのはもうピカピカにするためのツヤありっていうのと、逆に質感を出すためにツヤなしって言ってフラットカラーですよね。ちょっとザラついた感じのツヤがないものと、あとその間半ツヤっていうやつがあるんですけど、ツヤ消しとか半ツヤにすると、今回最後にご紹介するウォッシングっていういわゆる汚し塗装の際にそのノリが良くなるっていうのがあるので、これも本当人それぞれ好みがあると思うんですけど、最後汚し塗装するときは正直あんまりツヤがあってもそんなにっていうのはあるので、今回は半ツヤでやろうと思います。じゃあ、前半で塗装ブースで塗装する様子はご紹介もさせていただいたんで、半ツヤに関してもちょっと飛ばしちゃいますね。もう今から吹いていきます。はい、今ですね塗ってきました。といってもちょっと映像だと分かりにくいと思うんですけど、こちらが半ツヤ消しのクリアを吹いたっていう状態で、クリアなんで透明なのでちょっと分かりづらいんですけど、実際生で見ると先ほどこの黄色を吹いただけの状態に比べてちょっとツヤがなくなって落ち着いたような感じになるんですね。でちょっとこの境目も全く消えるわけではないんですけど、だいぶ目立たなくなってます。このデカールの境目ですね。でここから今度やっていくのが、いわゆる汚し塗装と言われる作業のうちウォッシングって言われるんですけど、もう全体を汚い塗料をこう塗っちゃって、それをこう拭き取るっていう感じになるんですけど、もう実際にやってみるのが分かりやすいと思うのでやってみます。でこれもちょっと詳しく説明すると長くなってしまうんですが、使う塗料についてはエナメル塗料っていうのを使うのが普通ですね。これタミヤさんのエナメル塗料今持ってきたんですけど、これが塗料ですね。でこれがエナメル塗料用の溶剤、これが溶剤で、これがもう秘伝のタレみたいな状態になってるんですけど、ここに今持ってきているこの茶色とグレーと黒、だいたいこんなような色を適当に混ぜたって感じなんですよね。これはもう全然決まりないんで、いろんな表現があります。で僕の場合は一番個人的にすごいこういうウォッシングの時に使い勝手がいいのが、この色を適当に混ぜた感じが使い勝手がいいので、だいたいいつもこれでやってるんですけど、もちろん目的によって全然使う色を変えたりとかっていうのもしますし、今回の場合は
お手軽バージョンっていう感じなんで一発でやっちゃうんですけど、実際にはすごいこだわってこう何回もですね作業の工程を分けて、下地にこれを塗って、こう例えば一番最初の全体の汚しでこれを塗って、次にちょっとサビ表現でこれを塗ってとかで、ちょっとホコリがかぶった表現のためにこれを塗ってっていうのをこういろいろ重ねてやられる方っていうのももちろんいらっしゃるんですけど、今回はお手軽版っていう感じで、もうこの秘伝のタレをバーッと塗って拭き取るっていう作業をします。でこれも詳しく知りたい方はいろいろ調べていただいたり、もちろんよければもっと詳しく教えてくださいっていうのでコメントいただければ、またその部分だけを詳しく動画を作らせていただくっていうのもさせていただこうかなと思うんですけど、この下に使っている塗料は黄色がラッカー系って呼ばれるものですね。ラッカー塗料で、その次に先ほど吹いたのがアクリル系の塗料になります。クリアカラーですね。でそのラッカー塗料やクリア、すいません、アクリルですね。ラッカー塗料やアクリル塗料の上にこのエナメル塗料っていうのを塗った時に、エナメル溶剤で塗ったエナメル塗料を溶かして拭き取ることはもちろんできるんですけど、その下のアクリルだったりラッカーっていうのは溶けないんですよ、これで。なので実際の作業を見ていただくとよくわかると思うんですけど、ここに今からこの汚い色を塗るんですけど、それをこう拭き取るときにこれを使うんですが、溶剤を使うんですが、下の色は全然取れないんですね。ちょっとやってみましょうか。すいません、秘伝のタレの蓋が硬くて開かなかったんですけど、ちょっと今開きました。ちょっとやってみますね。これここにちょんって塗って、こんな感じで、ちょっと今早く乾かしたいんでここ吸っちゃいますけど、こんな感じで、これって色つきましたけど、例えばティッシュで拭いても落ちない状態になりました。こんな感じで今ティッシュで拭いてもこれ落ちないですね。もうなんですけど、これをこのエナメル溶剤、これをこうつけて拭いてあげると、この汚れは落ちるんですね。落ちるんですけど、下の塗装は全然落ちないんですよ。これを利用して汚し塗装、ウォッシングっていうのをするんですね。でその時に使うのがこのもうボロ切れが一番いいですね。ティッシュとかでもいいんですけど、作業はこのやっぱ布が僕個人的には一番やりやすいんで、いつもボロ切れ取っておいて、こういう時に必要な分だけ切ってそれを拭くのに使います。じゃあちょっとやってみます。これも本当人それぞれなんで、ご参考までに、僕の場合は茶色と黒メインでちょっとグレーを入れてるって感じです。これをもうひたすら塗ってきます。ちょっと濃すぎましたね。まあいいか。ちょっと薄めますね。これそんなに今すいません、すごい濃く出ちゃったんですけど、もうすごい薄めでいいです。こんな感じで薄めのシャビシャビの状態でもうパシャパシャ塗っていく感じです。でこのウォッシングするときは僕の場合結構適当なんで、この色を利用していわゆる墨入れっていうのも一緒にやっちゃえるといいなぐらい、こういう筋の部分ですよね、こういうところにもこう流し込むようなイメージで、もうとにかく全体に塗っちゃうって感じです。はい、こんな感じで今一通り全部ベチャベチャベチャっと塗った感じです。もう本当にシャビシャビの状態でもうベチャベチャベチャっと全体を塗りました。かなり適当ですね。こんな感じです。本当にこういう感じです。で今塗りたてなんでまだこの辺とかもベチャベチャな感じですけど、でこれもいろいろやり方あるんですが、もうこの塗ったそばから拭いていく
場合もありますし、あとは今回の場合は、半乾きぐらいまでは乾かそうかなと思ってます。でこれしっかり乾かしてから拭き取る方もいますし、この辺りは本当になんて言うんでしょう、表現っていう部分になってくるので全然決まりはなくて、で、いろいろ試していく中で自分の中でやりやすい方法だったり、これいい感じになるなっていう方法だったりっていうのを見つけていっていただくといいかなと。もう本当に全然正解みたいなのはないので、そのあたりはですね、もう自由にやってみようって感じですよね。はい。じゃあこれまだこのべっちゃべちゃの状態なんで、しばらく乾かして半乾きぐらいにしたいと思います。はい。ではこれで今しばらく乾かして、どれぐらいでしょう、2、30分ぐらいですかね。乾かして半乾きぐらいになった状態です。で先ほどのもうビタビタの状態に比べると、ちょっとこう指で触ったぐらいでは取れないような感じですね。でここちょっと後から塗ったところですけど、こっちなんかはまだちょっとこう触るとこうなるような感じですけど、こっちの先に塗ったフロント部分はもうちょっと結構乾いてきてるような半乾きの状態です。でこの状態でもちろんこれ半乾きじゃないとダメってわけじゃなくて、今撮影もしてるんで時間の関係もあってちょっとせっかちな感じでやってるだけなんで、全然これ十分乾かしてからとかそういう作業でも大丈夫です。で逆にさっきもちょっと言ったと思うんですけど、塗ってもうすぐ拭き取るとかそんな感じでもできます。でそのあたりは作業の仕方によって最後出てくる風合いというか雰囲気というか、その辺が変わってくるので、その辺はいろいろ試してみてください。で、じゃあここから拭き取り作業っていう感じになるんですけど、この溶剤を基本使うんですが、この溶剤ですね、こちらを使っていくんですが、拭き取り方もなんていうかいろいろあって、これも本当人によるんですけどね、全然やり方決まりはないんですけど、何パターンか僕が個人的にですね普段やってるやり方としてちょっとご紹介させていただきます。まず広範囲をもう大幅に大まかにというか落とす方法としては、もうこのウエスボロ切れですねに直接この溶剤を含ませて、でこう拭き取っちゃう、こういう感じですよね。そうするとかなり広範囲を一気に拭き取ることができるっていう感じになります。で今回は最終的にめちゃめちゃ汚い感じにはせずに、ほどほどにって感じにしようかなと思ってるので、結構今べちゃべちゃ塗りましたけど、かなりたくさん拭き取る感じになると思います。こういう感じですね。で他のパターンとしては筆で拭き取るやり方もありまして、この溶剤をこの塗料皿なんかにこう注いで入れておいて、ですいません、今これ塗ったままで汚かったんでこうなっちゃいましたけど、ちょっときれいにした状態ですね。きれいにした状態でここに溶剤を含ませます。でそれをこう使って溶かして、この筆を使って拭き取っていく感じですね。これはどっちかっていうと細かいところだったり、あとは自分でさっきのこの大まかに拭き取るのはどちらかというと偶然良くなればいいなみたいな感じでガーッとやっていく感じなんですけど、これはどちらかというと自分である程度コントロールして狙った雰囲気を出したい時に、よくやるのはあれですよね、雨風にさらされてちょっとこういうところが滴ってるような表現をしたい時とかにこう筆で上から下になぞるみたいな感じでこうどんどんやっていくとこううまい具合に
微調整しながら落としていくことができると、そういう感じです。今回はちょっとお手軽版って感じなんで、あんまり難しいこと考えずに、この最初にご紹介したもうここにガッと含ませてもう拭いていっちゃうっていう感じで今回は済ませようかなと思ってます。でこれは自分の中でこう拭き落としていった時にたまたまできるこういうなんか雰囲気ってあるじゃないですか。こういうのを見ながらいい感じになったっていうところはもうそこでやめておくみたいな感じで、どんどん作業を進めていくといいかなと思います。だいたい基本的には一方向というかこう例えばここだったらこう前から後ろとか後ろから前というかこっち方向でやるっていうのが普通って言うとあれですけどそんなに変な感じはならないですね。で横は上から下みたいな感じでやるとあまりおかしい感じにはならないです。だいたい車ってこう置いておいたら例えば雨が降ってそこにほこりが乗って汚れがついてでまた雨が降ってそれが滴るみたいな感じなので、だいたいこう流れとしてはこういう方向にやっておくと不自然な感じにはなりにくいと思います。はい、今、大まかに拭き取る作業ですね。フロント部分が一旦これぐらいかなっていうところで止めてみたところです。ですみません、最初に拭き取り方何パターンかありますよって言って結構大事なやり方忘れちゃってたんですけど、綿棒パターンがあります。綿棒を使うパターン、筆とちょっと似てるんですけど、ちょっとこれ今リアまだいっぱい残ってるんでやってみますけど、この溶剤をエナメル溶剤を綿棒に取ってでそれでこう拭いていくっていうやり方があります。これもどちらかというと全体をスピーディーに拭き取るっていうよりかはコントロールしやすいっていう感じですね。風合いをコントロールしやすいっていう感じで、こんな感じで溶剤を含ませてそれでこうこすって拭き取るっていう感じですね。すいません、今外れてましたね。こんな感じで含ませた溶剤を使ってこうこすり落とすような感じになるんですけど、こういうやり方もあります。はい、では続けてリアの荷台部分もですね、大まかな拭き取りをガガガッとやっていきたいと思います。でこのどこまで拭き取るかっていうところなんですけど、もう完全に個人の好みになると思うので自分のこれぐらいでいいかなっていうところまででいいと思うんですけど、参考までにこちら側が結構強気に落としたって感じですかね。結構綺麗めにしたって感じです。もちろんもっと全然綺麗にしてもいいと思いますし、でこちら側がまだまだ拭き取れば拭き取れるんですけど、結構もうすごい汚れた状態を表現するっていうような意味でだいぶ残した状態っていう感じです。こっちもそうかな、これ中間ぐらいですかね。ここがたくさん残した感じ、これが中ぐらい、これがかなり落とした状態っていう感じですね。はい、じゃあ続けて、全体整えるような感じで拭いていきたいと思います。あとすみません、どちらかというと上の方を、若干ですね、上の方 こちら側ですよね。こっちが下とした時に上側の方がどっちかというと比較的綺麗にして下の方の汚れをたくさん残すっていう感じの方が自然に見えると思います。
はい、今だいたい拭き取りました。で、こんな感じです。まあ正直これを見て、うわ切ったね、そんなの嫌だよっていう人はウォッシングはやらない方がいいと思います。はい、僕は個人的に特にこういうトラックなんかは結構汚れたりとかやれたりとかしてるような雰囲気の方が好きなので、こういう汚し塗装っていうのはすごい好きですね。あと前編でもちょっとお話ししたと思うんですけど、結構もともと塗る色、今回の場合この黄色ですよね。この黄色を塗る作業、あとはこの窓枠、ここをマスキングして黒く塗ったと思うんですけど、こういう作業を結構荒っぽくやっても、こう今の状態見ていただくと分かると思うんですけど、荒が全然分かんなくなるんですよね。こうちょっとぐらい失敗したりとかしていても、むしろそれもちょっと味になっちゃうみたいな、もうこれ卑怯といえば卑怯ですよね。これ本当に本格的な特にプラモデルのカーモデルですよね。車のプラモデルなんかをピッカピカに仕上げようと思った時には、もう本当にかなり気を使っていろんな作業を慎重にやらないと、もうちょっとでも塗装の時にホコリがついてしまったり、傷がついてしまったり、下地処理なんかもですね、うまくやってないとピカピカになる分、本当に荒が分かりやすくてすごく難易度が高くて難しいんですけど、もうこの WPL のこのモデルなんかはもともと RC カーで走らせるものですし、で最終的にこういうウォッシング、汚し塗装するなんていう前提でやれば、もうかなり荒っぽく作っても全然最後いい感じに収まっちゃうっていうのが、まあこの汚し塗装の一つメリットかなと思います。ここも今たまたま触ってて汚れたところですけども、このままでいいかとかでもいいですし、はい、まあ拭きますけどはい、こんな感じですね。でここら辺は荷台なんであんまり拭き取らずに、あえて結構汚いままにしたって感じですね。でもちろんこれ拭き取りすぎちゃったみたいなとこあれば、またこう筆でですね、こうちょっと汚し直したりとか、こういうとこも汚し直したりとかして、でまたこうちょっとポンポンって拭いてとかっていうので、こう様子見ながら進めていけば大丈夫です。はい、今回はまあこれぐらいにしとこうかなと思います。でもちろんここからさらにですね、これはこのちょっとどちらかというと黒ベースって感じのこの塗料で汚しましたけど、これで1回乾燥させて、またクリア拭いて、でそこからまた別の汚しをしてとかっていうので、2層3層でやっていくっていうような方法もあります。まあそこからまたサビをこういうところに入れたりとか、その辺はまあ今回の動画では全然触れずにおこうかなと思います。でご要望いただければまたやろうかなと。まあ正直 RC カーンの動画じゃなくて、もうプラモの作り方の動画みたいになっちゃうんで、まああんまり詳しくやってもなっていうのはあると思うんですけど、もちろんこれが WPL のモデルの楽しみ方の一つっていうのも言えると思うので、もしご希望あればその辺も詳しく全然動画でご紹介させていただきますので、何かご要望あればお気軽にコメント欄にいただければと思います。すいません、今ちょっと触ってて気づいたんですけど、ここ黄色いままにしちゃったんですけど、ここ黒い方がいいかなと思うので、ちょっと黒く塗ります。はい、すいません、塗ってきました。これですね、この裏側をちょっと黒くして、でこのフロント部分こちらにつけた時に、さっきここ黄色く見えちゃってたんですけど、この部分ですね、この部分ですね、黒く塗って、まあこれであまり目立たなくなったんで、こっちの方がいいかなと思って塗ってみました。で今その作業するついでにちょっと細かいところも塗ってきました。こちらですね、こちらのウインカーの底になる部分が、まあ黄色のままよりはちょっとシルバーとか塗っておいた方が、ここに後からつけるウインカーレンズの発色が良くなるので、こんな風にしてみました。リアも一緒ですね。ここも、今ですね、ついでにここですね、ここを
シルバーに塗ってきました。ここはもうエアブラシとかは使わずに筆でちょんちょんちょんと塗ってきた感じです。あとこちらも一応ついでにやってきたって感じなんですけど、紹介しておきます。ガラスなんですけど、こうエアブラシを使ってこの周りですね、薄い黒でこうちょっと縁取りをごまかすような感じでちょっとグラデーションっぽく黒く塗ってます。これはスモーク色に見えますけど、もう普通の黒ですね。普通の黒を薄く拭いてあるだけです。はい。で、あとこちらもこれまあ個人的なこだわりじゃないですけど、ここの部分ですね、フラットブラックで塗ってます。ここ実際に組み立てた時にこんな感じになりますよね。でこうした時に内側で見えないように感じるんですけど、ここを黒く塗った状態なので、ここですね。そうすると少しこう見えた時にこのちょっとすいません、今見えづらいと思うんですけど、例えばこういうところから少し見えた時にこの天井の部分がフラットブラックで塗ってあると目立ちにくいので、ここクリアパーツのままだと結構テカって目立っちゃうので、もう本当に個人的なこだわりみたいなところですけど、まあでもここ塗る人多いと思います。いわゆるプラモデルとかモデラーさんじゃないですけど、ちょっとこうこだわって作るような方は結構ここ塗るんじゃないかなと思います。僕もここはだいたいいつも塗るようにしてますね。はい、あとはこの細かいパーツも塗ってきました。これがドアノブ、見えますかね。これドアノブですね。これはシルバーで塗ってボディの汚し塗装と同じような感じでシルバーに塗った上にエナメルで秘伝のタレなんて言うんでしょう、黒と茶色を混ぜたやつですねを塗ってちょっと拭き取ったみたいな感じです。でこちらも一緒です。これミラーですね。このミラーも同じような感じで、シルバーを塗ってその上に汚し塗装して軽く拭き取ったっていう感じです。あとはこちらが内装ですね。内装はもうお手軽仕様って感じで茶色に塗ったと思うんですけど、その後に黒いエナメル塗料をこう流し込んでもう軽く拭いた感じです。それだけでもまあこう遠目に見る感じではなんて言うんでしょう、ちょっとこうディテールアップというかディテールが強調されたような感じになるんで、まあこれもそんなに目立たないものですし RC カーなんでそんなにこだわらなくてもいいかなと個人的に思いますので、この程度にしてます。あとはシートですね。シートも茶色く塗った後に黒でこう汚し塗装的なものをして、まあ、シートのちょっとやれ感みたいなのを表現して、ここはそんなに見えないところなんでフラットブラックでフロア部分っていうんですかねを塗ったっていうような感じです。でこれでもうだいたい一通りのパーツが塗り終えました。あと残すはウィンカーレンズとかテールレンズですねになりますので、そちらは最後に塗るところというか塗るとこんな感じになりますよっていうのをご紹介させていただいて、最後に取り付けて完成にしたいと思いますが、一旦ここまででちょっと組み立ててみましょうか。はい、ではこちらシャーシの方ですね、一通りのパーツを組み付けていきたいと思います。まずこちらですね、荷台、これもすごい簡単で、もちろんバラした時の逆といえば逆なんですけど、一応このコードが下にこう巻き込んだ状態にならないように上に出した状態、この辺に引っ掛けておくといいと思います。でここですね、このネジの位置を見て合わせながら、あとはここですね、この部分、このネジ最初バラす時に外したと思うんですけど、ここがうまくはまるような感じにしておいてネジを取り付けます。じゃあまずこの部分に使うネジなんですけれども、この頭のちっちゃい方ですね。
はい、では続いてフロント部分ですね、組み立てていきます。フロント部分はこのメインのボディにこちら、まずこちらですね、こちらのパーツをここに入れ込んで、こんな感じですね、こんな感じで取り付けて、で次にこのクリアパーツ、ガラスのパーツですね、これを入れます。これはここの2箇所ですよね、この2箇所とこの2箇所、ここを合わせて入れ込むだけで、この時点でもう後ろ側はネジ止めができますので、まずこの後ろ側の2箇所止めていきます。でここに使うネジはこの一番多く使われている短いネジで頭が大きいやつ、このネジですね、このネジを使います。この辺りは、どこも一緒なんですけど、ここは特にクリアパーツなんで強く締め込みすぎると軽くパキッと割れちゃうことがあるので気をつけてください。はい、これでこの2箇所が止まりましたと。で続いてこちらなんですけど、こちらはこれですね、これを取り付けてからここを止めるっていう感じになるんですけど、この辺り、ご自身のやりやすい流れでいいかなと思うんですけど、僕の場合はこれですね、このシートを先に取り付けるのが楽かなと思います。なのでいつもこっちからつけてます。ここから入れて、こうちょっとこうしならせて中に入れて、この状態にしてからですね、この状態にして、あとはこの取り外す時に気をつけながら取り外していただいたところがあると思うんですけど、ここにはめ込みます。でこんな感じで持って、裏側こうですね、こんな感じでちょっとしっかり支えながらここに入れ込んで、ここの爪にしっかり入れると、こんな状態ですね。でここの爪にしっかりはめ込んだら、今度はこの部分ですね、この部分にこのダッシュボード、インパネ周り、これを取り付けます。ちょっとはめ込みづらいかもしれないんですけれども、こんな感じで入れて、であとはこの2箇所ありますよね、この2箇所にうまくこんな感じですね、この2箇所がしっかりはまる状態にしてください。であとこの爪を、この2箇所ですね、この2箇所の爪を、見えますかね、ここですね、ここの2箇所の爪を止めるんですが、止めれるようだったら今止めちゃってもいいんですけど、先にネジを止めた方が楽かもしれないです。でここのネジは一番多く使われているこちらですね、短めで頭の大きい方、このネジを使います。はい、今これで2箇所止まりました。でこの爪の部分ですね、この爪の部分2箇所をパチンパチンと止める感じになります。こんな感じですね。これで内装を取り付けることができました。こんな状態ですね。はい、では続いてミラーですね、ミラーを取り付けたいと思います。ミラーはもうここに、これも先に取り付けといてもいいんですけど、もういつでもいいですね。ここにはめ込むだけなんで、この穴にはめ込むだけです。これは通常購入いただいた時にも説明書に従って取り付けていただく部分なんで、そんなに問題はないと思うんですけど、こんな感じですね。こんな感じで取り付けることができました。はい、あとはもうこれで組み付け自体は完了してますので、シャーシにくっつけていきたいと思います。シャーシに乗せるときはここの部分ですね、この2箇所開いてる部分、この部分ですね、この部分をここに入れ込む感じにします。こう
こんな感じですね。でここから先がちょっと入りにくいので、なぜかというとこのダッシュボードのこの角の部分、ここですね、ここにぶつかっちゃうんですよ。なのでそこをちょっと避けてあげながら入れるとうまくいきます。こうしてここに手を入れてダッシュボードをちょっと避けてあげる。こんな感じですね。であとはここの部分がうまく、この部分ですね、この部分がうまく収まるように見てあげながらネジを止めていきます。でここまで来るともうネジが4つある状態になると思うんですけど、こんな感じですよね。で一番よく使うこの短くて頭の大きいタイプと、これが2本と長めで頭が大きいタイプ、これが2本ある状態だと思いますので、まずじゃあこの短い方から使いますね。この短い方のネジはここですね、ここの奥、この部分です。この部分につけます。で長い方はこっちでしたね、こっちに取り付けます。でこの時にコード類なんか、特にこのヘッドライトにいってる配線ですね、この辺りを挟み込んだりしないように気をつけてください。こっちが長い方のネジですね。こちらも長い方のネジを使います。はい、これでボディのフロント部分、リアの部分を取り付けることができました。もうだいぶ完成が見えてきたっていう感じですね。あとはこのウインカーレンズとテールレンズ、こちらですねを塗っていきたいと思います。でこの塗っているところ自体はもうこのボディを塗るところで、塗装ブースの方でエアブラシを使って塗るっていうところをお見せさせていただきましたので、そこは省略させていただきますが、多分写真の方が分かりやすいと思いますので、写真でクリアオレンジですね、クリアオレンジ、あとはテールレンズはクリアオレンジだけじゃなくてクリアレッドも使って、そのビフォーアフターというかをちょっと写真で載せますので、ちょっと今塗ってきます。で塗って写真を撮ってそれを載せますね。はい、こちらが塗ったところなんですけれども、この左の透明な状態っていうのがもともと何も塗っていない状態のクリアパーツですよね。でこれをエアブラシを使ってクリアオレンジで塗りましたっていうのが右側の写真になります。でこれ見ていただくと分かると思うんですけども、結構均一に塗れるんですよね。で筆塗りしたことある人はすごく分かると思うんですけども、例えばクリアパーツをオレンジ色、クリアオレンジで塗りました、それを筆で塗りましたっていう場合に結構ムラになっちゃうんですよね。塗料が偏って、一部分だけすごく濃くなっちゃって、で、ある部分は薄いままみたいな、そういう状況が起こりやすいんですけれども、エアブラシだとこれがすごく均一に塗れるので、こういった時にもすごく便利ですね。うちがエアブラシも販売してるんですいません、ちょっとせっかくなんで宣伝も兼ねてちょっとご紹介するんですけど、でも本当にすごい便利なエアブラシの便利さを感じるのが、こういうクリアパーツ塗るときっていうのもすごく感じるんで、ご紹介させていただきました。はい、でこれが今写真で見ていただい
った作業の後にちょっとなんて言うんでしょう、ディテールアップとか言うと思うんですけど、こんな感じでちょっと黒も塗って本物っぽくしたっていう感じですね。これもちょっと今ちょっと汚しすぎたかな、これちょっとほぼ黒いじゃんみたいになっちゃったんですけど、このウインカーですね。ちょっと こっちちょっとやりすぎたかもしれない。こっちはほどほどぐらいですかね。はい、まあまあこのままつけちゃいます。で、あとまたちょっとついでにやってきたのが、ホイールも今回塗ってみました。これも本当に参考までにって感じですね。もともとさっきまで見ていただいていた通り、これ黒いホイールだったと思うんですけど、これはもう本当にお手軽にって感じで、白いサフェーサー吹いて、もうそれでいい感じだったんで、そのままもうサフェーサーのままですね。まあいっかと思って白サフだけで、ボディと同じですね。ボディと同じように汚し塗装をしたっていう状態がこのホイールです。まあこんな風にホイールの色を塗り替えてみるっていうのも面白いんじゃないかなと思います。で、これはめてみますね。こっちはもうはめてあるんですけど、はい、こんな感じです。今回は接着はしないです。またこれまた別動画でちょっと説明させていただこうと思うんですけど、もともとついているノーマルのタイヤはこれハードですね。でまたソフトタイプなんかもあるんですけど、このハードに関しては僕は正直接着せずに走らせたり全然してます。でラジコン本格的にやってる方なんかはご存知の方もちろん多いっていうかもう常識だと思うんですけど、本来はこのタイヤですね、ホイールに瞬間接着剤で接着した方がいいんですよ。でもこの WPL の場合はノーマルで遊ぶぐらいだったら非常に遅い速度域、遅いっていうのは何て言うんでしょう、もう競技ラジコンですよね。ビュンビュンサーキットで走ってる、ビュンビュンサーキット走ってるような、ああいった本格的なもうスピードを出して走る専用の RC カーですみたいなのに比べたらもう全然遅い速度域で遊ぶものなので、これぐらいだったら接着しなくても正直そんなに支障はないかなと思ってます。はい、またすいません、話がそれましたが、これで、まずタイヤつけましょうか。タイヤつけていきます。はい、今こんな感じでタイヤがつきました。白くなりました。ホイールですね。ホイールが白くなりました。で、最後にこのウインカーつけていきたいと思います。こんな感じですね。こんな感じですね。で、今回お手軽モードって感じだったんで、こっちはやってないですね。こっちの方はやってないんですけど、これ塗ろうと思うともともと塗られている塗装を剥がしてからっていうような作業になるので、今回はやってないです。また機会があれば紹介させていただこうと思います。あと一応突然これついてますけど、これもさっきいろいろ塗った時についでに塗ってつけました。これですね、牽引フックですね。でこちら側もつけていきます。はい、あとは後ろだけですね。はい、こんな感じでリアも取り付けができました。これでようやく完成ですね。こんな感じです。はい、というわけで今回お手軽モードで塗ってみますって言った割に結構いろいろ道をそれてしまったり、ちょっと小難しい感じのことやってしまったりしたんですけれども、今すいません、そんなこと言ってて気づいたんですけど、ワイパーないですね。はい、すいません、ちょっとびっくりしました。ワイパーないじゃんと思って今塗ってきました。ですね、こちらが、塗ってきたんですが、こんな感じでミラーとかと一緒ですね。シルバーのラッカー塗料で塗って、ちょっと汚く混ぜた秘伝のタレとか言ってたエナメル塗料ですね、で塗ってちょっと拭き取ったみたいな感じです。でこちら取り付けていきます。でこのワイパーなんですけど、
浮いちゃうとあまりかっこよくないので、浮かないようにするためにちょっとこう取り付ける前にこう曲げとくといいですね。こうウィンドウに貼り付くようにこう曲げとくといいですね。しならしておくと。でこれをはい、こんな感じで取り付けました。これで間違いないですかね。これで完成かな。完成になります。でこの完成状態は一応写真で見ていただいた方が分かりやすいと思いますので、ちょっと写真も流しておきますね。はい、というわけでこんな感じで今回すいません、結局突然前編と後編になったりとか、あとはもちろんなるべく手短にご説明できるといいかなと思いつつ、結局長くなってしまったりちょっと脇道にそれてしまったりっていうのがあったんですけど、結局これもどこまでやるかっていうところになると思うので、ご自身の楽しいと思える範囲で、ご無理のない範囲で楽しんでいただけると、できるところまでというか、やりたいところまでっていう感じで楽しんでいただけるといいのかなと思います。でもやっぱり自分で塗ってこうオリジナルのモデルになるっていうか、オリジナルのペイント、カスタムペイントしてみるっていうのはすごい楽しいと思いますので、もしよければですね、ぜひチャレンジしていただいて、でまたやってみて、あれこれどうすればいいんだろうとか、ここが難しいですよとかっていうのがあれば、何かまた聞きたいなということがもしあればですね、コメント欄にいただければ、そちらもしかしたらまた動画の方で、ご返答するというような形で、動画にできるかもしれないので、よければですねコメントでご質問などいただければと思います。それでは今回もご視聴いただいてありがとうございました。